は、リリーです。今日は先日出した動画の続報です。ちょっと残念な報告になります。実は8月2日にとうとうこのチャンネルの収益化が停止されました。何かやらかしたのって思った方もいるかもしれないんですけど、結論から言うと著作権違反とかコミュニティガイドライン違反とか何かそういう間違ったことをしたわけではないんです。今日はその理由とこれからどうしていくかをお話ししていこうと思います。最後まで見て応援していただけると嬉しいです。まず結論なんですけど、今回の収益化停止の理由は YouTube パートナープログラムの資格基準を満たさなくなったということです。この話は今まさに YouTube チャンネルを頑張っている方、これから YouTube 発信を始めようとしている方にも役立つと思いますので、詳しくお話ししておきますね。巷でも登録者1000人を超えているのに発信を停止しているチャンネルを結構見かけますよね。リリーもよく理解できていませんでした。どうなってるのかな、なんでかな、収益化できて余裕があるから、 YouTube をやめてしまったから、その辺はいろいろあると思うんですが、 YouTube を継続することが本当に大変だということが今回よく分かったんです。収益化の条件って大きく分けて2つあるんですね。登録者数クリアとどれだけ再生されているか。この2つ目のどれだけ再生されているかについて、通常動画の場合は直近1年間の有効な総再生時間の基準があって、ショート動画の場合は直近3ヶ月間の有効な再生回数の基準があるんです。で、リリーの場合は通常動画の基準をクリアして収益化ができました。ただ一度クリアしたからといってそれで終わりではなかったんですね。動画内容に問題があったとか規約違反をしたとかそういうことではない。今回のリリーはというと、具体的には総再生時間の基準を直近1年間で下回ってしまったということなんです。体調が優れず動画を出し続けれなかったリリーのチャンネルは直近1年間の総再生時間が右肩下がりだったんです。それで純粋に基準を満たさなくなったという話です。 YouTube のこういう注意すべき情報はあまり出回ってないんですよね。だからリリーは事前に知らなかったんです。一度基準を満たしてしまえば何らかの違反がない限り収益化停止はないと思っていました。登録者数1000人以上、そこばかりをフォーカスしていました。でも実際は一度基準を満たして収益化してもずっと基準を満たし続けなければいけない。直近1年間の有効な総再生時間の基準を上回り続けないといけないということで、総再生時間も1年間の累計だから右肩下がりだと当然いつの間にか条件を満たさなくなっていくんです。バズった動画があって条件をクリアしても1年後にはそのバズった分だけ総再生時間が大幅なマイナスになる。これは盲点でした。なので登録者が多くても発信停止をしているチャンネルの理由は様々でしょうが、一定期間基準を下回って収益化が停止されてしまって、そこからまた立て直すのが難しくなって活動をやめてしまったというチャンネルも実は多いのかもしれませんね。 YouTube 運営さんからリリーに警告の連絡があったのが1ヶ月前でした。でも今のリリーには1ヶ月でどうこうできる問題じゃなかったんです。まず7月2日にこのままだと収益化が停止されますという警告の通知が突然届きました。一応その時に調べはしたんです。それでとりあえず1本動画を出せば解決するという情報がネット上にあったのと、 AI もそのように回答したので多分大丈夫だろうと思い込んでいました。ネット社会でよくある落とし穴です。AI のハルシネーションに騙されるの。
真に受けたリリーは最低でも1本以上の動画を出すため、それで準備中だった2026キッチンツアーの動画の制作ピッチを上げたんですが、それがまた間に合いそうになくて、慌てて前回の緊急動画を出したんです。でも結果として1本動画を出すだけではダメで、その猶予期間の1ヶ月間で基準を回復させることができなくて、今回正式に収益化が停止されてしまいました。正直悔しいですし、もっと早く基準の詳細に気づいていればとか、投稿頻度をもっと保てていればとか、反省点もいろいろあります。でも実は悔しさはあれど、思ったより落ち込んではいなくて、前回の動画でもお話しした通り、うつ病がかなり回復してきていて、少しずつ自分の思うように動けるようになってきています。そのことに対する喜びの方が勝っているような感じです。そもそも体調が悪く、体力も気力もなかったリリー。ここまでの動画を出せない時間は回復のために必要な時間だったんです。今回は収益化停止になりました。でもこれで終わりではありません。基準を満たせばいつでも再申請できる仕組みにはなっているようなので、ここからしっかり立て直していきたいと思います。それで今後についてなんですが、実はキッチンツアーの動画を出すと予告していましたが、焦ってキッチンツアーの動画を見切り発車するよりもしっかりと作ってから出したいと思っています。ごめんなさい。だからちょっと動画を出す順番が変わります。当面は早い段階で再度収益化をさせることに注力したいなと思っています。今回のことで YouTube パートナープログラムの資格がなくなってハイプ機能も剥奪されました。いい動画を出しても評価をされにくいという状態に陥ってしまってます。だからそのハイプ機能を復活させてから新作キッチンツアーを出したいんです。これまでは視聴者さんに有益な情報の企画をってこだわりすぎたのと、うつ病の状態がまだまだ良くなかったので煮詰まってなかなか動画を出せずにいました。闇雲に動画を発信しても YouTube は動画をおすすめしてくれないので、ここからは計画的に動画を出していきたいと思っています。正直に言うと、今のリリーにとって企画動画はまだまだ作業量的に敷居が高いんです。今後コアな視聴者さんを増やしていって視聴者さんと一緒に作る、そういう意識で頑張りたいです。まずはポッドキャストに取り組んでうつ病のリハビリも兼ねてそこから頑張ろうと思います。そしてまずは第一段階として YouTube パートナープログラムへ復帰してハイプの復活を目指します。そして YouTube パートナープログラム復帰のために皆さんにお願いしたいことがあります。一つ目、もしよかったら動画をスキップせずに最後まで見ていただけると助かります。二つ目、応援していただけるなら高評価をぜひともお願いします。三つ目、コメントがとにかく嬉しいです。今までのコメントはすべて必ず目を通しています。できる限りコメント返しもしています。そんなことを YouTube アルゴリズムはよくわかっていて、視聴者さんとのやりとりでいいチャンネルかどうかを判断しています。頑張っての一言だけでも効果があります。4つ目、チャンネル登録がまだの方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。前回の動画では突然のことで焦っていて助けてくださいってサムネにしてしまいましたが、同情してほしいという話じゃなくて、単純にリリーに共感してくださる方は応援してくださいねって伝えたかったんです。心配心を煽るようなサムネにしてしまってごめんなさい。収益化停止についてはなかなか動画更新ができていなかったリリーにとって当然の結果だと受け止めています。最近ではうつ病の回復のために始めた家庭菜園、それを動画にして発信している優しい酪農日記チャンネルの動画に力を入れたかったんですが、こういう状況になったので優しい酪農日記チャンネルの方は少しお休みするかもしれません。
今はこのお部屋作りチャンネルに集中します。そしてここから頑張って元気に活動できるようになっていく姿も視聴者さんに見てもらえたらいいなとも思っています。これからはポッドキャスト動画で発信を増やす予定です。最後にコメント一つ一つがリリーにとって本当に大きな支えになっています。今のリリーにとっては一番のビタミン剤です。見てるよーの一言だけでもめっちゃ嬉しいです。ご意見でもご感想でも何でも遠慮なく気軽に書き込んでくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。